日本国内で一番距離の長い航空路線は、北海道の新千歳空港と、沖縄の那覇空港を結ぶ、約 2240km の路線ですが、一番距離の短い航空路線は何でしょうか？それは、沖縄本島から約 400km 東方にある、大東諸島の2つの島、北大東島と南大東島を結ぶ、約 12.5km の路線です。今回はこの、日本一短い航空路線に乗りに行きたいと思います。まず、那覇空港から、南大東空港へ向かいます。その後、北大東空港を経て那覇空港へ帰ってくるというのが、今日の予定です。航空会社は、3区間とも JAL グループの、琉球エアーコミューター、ラック、です。那覇空港の 28C 搭乗口から、飛行機までバスで移動します。搭乗機は、カナダのボンバルディア社製、DHC89400cc です。ラックの保有機はすべてこの機種で、合計5機運航されています。DHC89400cc の CC とは、カーゴコンビの略で、貨物室を拡張した機種となっています。ANA も運航している DHC89400 と外見上はあまり違いがありませんが、CC では、胴体の後方4分の1くらいが、客室ではなく貨物室となっています。この機材の導入で、離島で生産した農産物などを早く大量に輸送できるようになり、離島経済にとっても、ラックにとっても、良い効果を生み出しているようです。また、このような旅客機と貨物機の合いの子みたいな機種は、新型コロナで乗客輸送需要が減少し、物資輸送需要が増加している、昨今の情勢にぴったりだなぁと思います。今後このようなコンビ機、貨着混載機が増えるかもしれませんね。座席は 4K を指定しました。CA さんが飛行機のドアを閉め、出発です。この機体に乗務する CA さんは1名でした。この機体の乗客座席数は50席ですが、CA さん1人で対応できる最大の乗客座席数というのが50席なんです。これが51席になると、もう1人 CA さんを配置する必要が出てくるそうです。ラックってやけに座席間隔広いなと思っていたんですが、座席数を多くしすぎないように、という工夫があると思われます。CA さんからアナウンス。この便は南大東空港行き867便でございます。機長は上原。副操縦士阿部。私は客室を担当いたします国中でございます。南大東までの飛行時間は離陸後50分を予定しております。エンジンの始動が行われています。ところどころ揺れることも予想されております。シートベルトはごしなす位置にしっかりとお締めください。この機体の機体記号は JA81RC。今日の3区間は全てこの機体にお世話になります。また乗務員も3区間とも同じ方にお世話になることになります。滑走路までやってきました。出発からここまで約20分と、結構時間がかかりました。途中で自衛隊機のスクランブル発進もあったようですからね。那覇空港は日本有数の混雑空港で、日本第5位の発着回数を持ちます。この動画を撮影している時はまだだったんですが、2020年3月26日より、混雑解消のための新滑走路が供用開始されました。これにより、今後しばらくはこんなに待たされることはなくなるはずです。那覇空港のランウェイ36から離陸します。
併設される、航空自衛隊那覇基地が見えますね。でこれが那覇空港のターミナルです。飛行機は水平飛行に移行しました。三品茶のサービスがありました。沖縄らしくていいですね。飛行機は降下を開始し、間もなく南大東空港に着陸します。ようやく陸地が見えました。本当に絶海の孤島って感じですね。ある意味ロマンはありそうな島です。南大東空港のランウェイ02に着陸します。南大東空港には並行誘導路がないので、滑走路上でくるっと U ターンします。皆様、ただいま東東空港に着陸いたしました。シートベルト着用のサインを入れるので、シートベルトはそのままおしてください。ただいまからすべての停止位置をご利用いただきます。ちょっと気になったんですが、南大東空港の滑走路上の表示の色、オレンジ色ですね。この色は、普通は白で、降雪の多い地域だと視認性を上げるためにオレンジ色のこともあるんですが、南大東島って、まあほぼ雪降りませんよね。私には理由がちょっとわからないんですが、なんでオレンジ色なのか知ってる方いますかね。南大東空港に到着です。ターミナルまで歩いていきます。北大東へ乗り継ぐ乗客は、南大東から乗る乗客と一緒に待合室で待機します。病院とか郵便局みたいな、小さな待合室です。乗客のうち、4割くらいが北大東への乗り継ぎ客でした。私もここで20分ほど待機したいと思います。搭乗が開始されました。またさっきと同じ機体に乗り込みます。またさっきと同じ CA さんが出迎えてくれます。座席は 4A を指定しました。さっきは右側でしたが、次は左側です。乗客が全員乗り終わったので、そろそろ出発です。CA さんからアナウンス。機長は上原。副
客室を担当いたします栗中でございます。北大東空港までの飛行時間は離陸後10分を予定しております。10分ってすごいですね。しっかりとお閉めください。タキシングを開始しました。地上係員の方が横断幕を持って見送ってくれていますね。滑走路端までタキシングしてきました。では、ここからは着陸までノーカットで行きたいと思います。日本最短航空路線、南大東発、北大東行きのフライトです。南大東空港のランウェイ02から離陸します。離陸しました。ちなみに映ってませんが、ちゃんとギアアップしています。南大東空港と北大東空港の位置関係はこんな感じです。この2つの空港間の距離が約 12.5km となっており、この南大東、北大東線が日本最短の定期航空路線となっています。12.5km っていうのは、まあ大体東京湾アクアラインくらいの長さですね。それくらいの距離を、今飛行機で移動しているわけです。この路線の所要時間は20分、飛行時間は10分となっています。これほど短い航空路線が存在することには、もちろん理由があります。そもそも、南大東、北大東間を飛行機で移動する需要はほぼありません。船を使えば所要時間1時間、運賃は870円で移動できるからです。ちなみに飛行機だと所要時間は20分ですが、運賃は普通運賃で8700円、往復割引を使っても片道5500円です。じゃあ飛行機を使う需要というのは、どこから発生しているのか、それは、南大東、那覇間、北大東、那覇間に存在するのです。そこでラックが始めたのが、三角運航、という運航の仕方です。三角運航というのは、文字通り飛行機を三角形に飛ばすことです。那覇、南大東、北大東、那覇、という風に、三角に運航するのです。こういう風に運航することによって、那覇から南大東、南大東から那覇、那覇から北大東、北大東から那覇、という需要を効率的に回収することができるとお分かりいただけると思います。三角運航を行わないでこの需要を全て回収しようとすると、飛行機は、那覇、南大東、那覇、北大東、那覇、と飛ばなくてはいけませんからね。南大東空港と北大東空港の間が、もっと距離が離れていたり、那覇との航空需要がもっと大きかったりすると、非効率だったかもしれませんが、南北大東空港間の距離は 12.5km と短く、那覇との航空需要は、南北大東空港を合わせても、50隻の飛行機で一気に運べるくらい。ということでこのような運航になっているんです。この三角は、両尾によって回る向きが変わるので、右回りと左回りが両方設定されていますが、同じ日に同時に運航されることはありません。1日1回りです。このくらいのタイミングでギアダウンしました。CA さんからアナウンス。すごいですね。もう着陸です。離陸してから3分くらいしか経ってないと思うんですけど。那覇、南大東、北大東では、先ほど説明したような特殊な運航の仕方がされているので、運賃も特殊です。大東島に行かれる際は、知らないで予約すると、べらぼうな運賃を取られるかもしれないので気をつけてください。
日によって違うので、直行で行ける日と、南大東経由でしか行けない日が存在します。直行で行く場合は、特に問題なく JAL ホームページで那覇、北大東を買えばいいんですが、南大東乗り継ぎの場合は注意が必要です。JAL ホームページで買おうとすると、那覇、南大東と、南大東、北大東を、別々で予約することになります。しかしこの場合、特例で、那覇、北大東の運賃と同じ額で、那覇、南大東、北大東が買える、という仕組みがあるんです。つまり、直行か乗り継ぎかに関わらず、スカイメイトとかが使えなければ、那覇、北大東間の普通運賃の26,100円、ということになるんです。この予約法は JAL ホームページではできず、電話で予約する必要があります。もし、これを知らないで那覇南大東と、南大東北大東を別に買うと、那覇、南大東の26,100円と、南大東、北大東の8,700円で、34,800円となってしまいます。で、今回の私の場合、那覇、南大東、北大東、那覇、という予定ですが、この3フライトに往復割引を適用させて、合計33,200円でした。ちょっと他では考えられませんが、3つの区間に往復割引が適用されてるんです。これも、JAL グループの発券方法では例外的な措置なんですが、那覇、南大東、北大東が往路、北大東、那覇が復路という考え方です。JAL グループの往復割引は、この例を除いて、すべてインターネットで予約できるんですが、このような南北大東絡みは、JAL に電話して予約する必要があります。もしこれを知らないで、今回の私の予定を JAL ホームページで予約すると、那覇、南大東26,100円、南大東、北大東8,700円、北大東、那覇26,100円で、合計69,000円にもなってしまいます。まあ、とにかく南北大東に行くときは、JAL に電話して予定を伝えれば、一番安い買い方ができると思うので、とりあえず電話すりゃいいと思います。飛行機は、北大東空港のランウェイ21に着陸します。北大東空港に着陸しました。離陸から着陸までは6分くらいでしたね。南大東もそうでしたが、北大東も滑走路表示オレンジ色ですね。っていうか滑走路の字の色がなんかめっちゃ白っぽいですね。今回のフライトの飛行経路はこんな感じでした。離陸から着陸まで有視界飛行で飛行しています。この飛行の仕方で実現できる6分という飛行時間が、この路線を最も速く飛ぶ飛び方になります。今日みたいに天気が良いと有視界飛行ができますが、悪いともうちょっと時間をかけて飛ぶようです。数年前まで、南大東、北大東間の最短経路は、このようなものでした。この経路では南大東、北大東間を約3分で飛行できたようですが、現在はこの経路での飛行は行われません。それは、現在ラックがこの路線で運行している DHC89400cc では、操縦する上で、飛行時間が短すぎるからです。離陸の後と着陸の前には、たくさんの手順がありますからね。数年前までラックのこの路線で運行されていた DHC8900 であれば、この経路も運行できたんですが、現在の機種 DHC89400cc では、今回私が経験したこの飛行経路が最短となります。北大東空港に到着しました。この北大東空港は、1日の到着便が1便、出発便が1便という、定期旅客便のある空港の中では、日本で一番便数の少ない空港の一つです。
待合室で、次の那覇行きの出発を待ちたいと思います。搭乗が開始されました。北大東への到着から出発までは、一応30分あったんですが、めちゃくちゃすぐ搭乗開始されました。またよろしくお願いしますって。CA さん多分私が那覇から3フライト連続で搭乗してること気づいてますね。結構乗客の入れ替わり多かったんですけどね。CA さんのお客さんへの観察眼には感心させられることがあります。座席は 4A を指定しました。さっきのフライトと全く同じ席ですね。CA さんからアナウンス。この便は那覇空港行き848便でございます。機長は上原、副操縦士に阿部、私は客室を担当いたします杉中でございます。那覇空港までの飛行時間は比率後1時間5分を予定しております。シートベルト飛行機はタキシングを開始しました。南大東空港の時と同じく、地上係員の方が横断幕を持って見送ってくれています。この飛行機は、この日最初の出発便であり、この日最後の出発便でもあります。までタキシングしてきました。間もなく離陸です。空港のランウェイ21から離陸します。飛行に移行しました。降下を開始し、間もなく那覇空港に着陸します。那覇空港のランウェイ36に着陸します。あちらに見えているのが那覇空港の新滑走路ですね。
今回は、那覇から日本最短の航空路線に乗りに行ってきました。皆さんも興味があれば、ぜひ乗りに行ってみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。